くで。ないか。何が？水？あ、下にあるか。ああ、下にあるよ。あれからと仕事して今6時半です。今日は彼が早く帰ってこれたので、これから一緒にランニングに行ってきます。本当に走りたくない。なんで？疲れる。いいじゃん、疲れる。疲れる。あれはやっぱ12時以降来てちゃう、平日。そうだね。え？夜ね。ほんとそう。いただきます。いただきます。何茶？新茶。新茶。ああ、鹿児島のお茶。うま。うん。高級な味がする。いやー、ちょっと薄かったわ。全然美味しい。もっと実家で飲んだ時甘かったんだよ。いやでもこれはちょっと格は違うね、さすがに。うまい。あ、へえ。それでみんな何集まって？S 優しい。めっちゃ盛り上がるやん。スタジアムみたいになってる。スーパーで進め。おお。おお。見て。おお。ありがてえ、このスムーズ。見て。めっちゃすごい。ああ、回るあれの。これでどの角度からも狙えるんだ。どこからどこにでも投影も。すごっ。これいったんだけど。まあケーブル抜いて。これお香が入ってた木箱で角度を調整してました。さよなら。めっちゃちらくやん。置くだけ？すごい。工事グッズがすごい。あら、ネットフリと YouTube のボタンある。リモコンも変わって、左が今までうちで使ってた XGIMI Horizon Pro っていうやつのリモコンで、右がこれから設置する XGIMI Horizon 20のリモコンです。 YouTube と Netflix のボタンがついてる。嬉しい。プライムビデオのボタンもついてるわ。やった。いい肌触りなの。高級感のある、なんかレザーっぽい。本当だ。違うね。全然違う。革張りみたいになってんだね。音もちゃんと前から聞こえそうで、かなりアップデートされそうだぞ。明るさ、コントラストってあったわ。おお。ついにネタフリが見れる。嬉しい。はかどっちゃうのこれ。やばい。ここからは後日の私がささっと喋ります。こちらが我が家に新しく来た XGIMI Horizon 20で、こちらが2年前にヨドバシで購入した Horizon Pro なんですけど、こちらに比べて何がパワーアップしたのかというと、まずこれがレンズシフト機能っていうのを搭載してて、
どこに置いても画面の歪みや画質が変わらないようになっているんですね。で今電源を入れたんですけど、これテーブルに置いて斜めからプロジェクターに投影してるんですけど、瞬時にまっすぐに調整してくれるんですよ。このようにキュッとキュッキュッで、あと光学ズームを採用しているので、デジタルズームだと画面をこう引き伸ばす仕組みなんですけど、光学ズームはレンズで拡大と縮小するので、遠くにあっても近くにあっても鮮明に映って細かい部分までくっきり見えるんですよ。あと個人的に一番嬉しかったのは Google TV に完全移行したことなんですよ。私が持ってたこっちの Horizon Pro は Android TV が入ってたんですけど、それだと Netflix が見れなくて、でもこっちに入ってる Google TV なら Netflix は見れるし、 YouTube とかプライムビデオなどの動画配信サービスをひとまとめに検索して視聴できるんですよ。我々はゲームはやらないんですけど、起動もより高速になっているみたいで、ゲームをしてても遅延が少なくてサクサク反応するんだそうです。あとはこういうね、いろんな端子がつなげられるんで、ゲームもつなげられるのかな。私はあんま使わないんですけど、こういろんな端子が使えます。後日の私からは以上です。綺麗だね。確かにアップデートされてる感じが、結構編集の色味と近いかもしれない。最初より文字もちゃんと、めっちゃ画質すごいね。4K だね。すげえ大きい画面で見るといいね。マジで一番緊張したわ。まだでも昨日のことのように思い出す。マジで CG みたい。うわー。もうすぐ10時です。今日は2時に仕事の約束があるので、午前中は家で作業を進めて、約束の時間に合わせて家を出て、仕事を終えたら予約してる美容室に行こうと思います。美容室ではいつも通り髪に赤色を注入してもらおうと思います。今2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、2ヶ月経つと結構茶色みが出てくる感じです。髪色についてご質問いただくことが本当によくあって、ちょこちょこ動画でお話もしてるんですけど、だいたいその1ヶ月半ちょいから2ヶ月の間で1回染めてるんですけど、まず髪色をどうやってオーダーしてますかっていうことに関しては、今お世話になってる美容師さんは多分もう5年以上は私の髪を染めて切ってしてくれてる美容師さんなので、私の髪質とか癖とかについてはもう熟知されていて、私のこのニュアンスで伝える感じっていうのも多分好みを分かってくださってるので、赤色にしてほしい、だけどいやらしい赤は嫌だからとか、こう赤がバーンって出てほしくてみたいな、そういう伝え方しかしてないんですよ。でいつも希望通りの仕上がりにしてくださるんですけど、だからオーダーの仕方としては特にこうコツとかはなくて、ブリーチはしてなくて、ただライトナーっていうブリーチよりちょっと弱い薬でトーンを上げてるらしいんですよ。でそれも多分半年か1年に1回ぐらいやっ
ったと思うんですよね。その辺も曖昧なんですけど、とりあえず赤が入らなくなってきたねみたいな話になった時に、じゃあライトナーやってみるみたいな、そういう感じでやってもらってて、美容室で取り扱っているカラー剤とかもそれぞれのサロンで違うと思うので、その辺の薬剤の混ぜ方とかそういう塩梅は担当美容師さんによるのかなっていうところです。あと髪質にもよるんだと思うんですよね。私の髪は細くて強いって言ってたと思います。髪色はそんな感じですかね。髪の長さは最近やっとこう胸のちょい上ぐらいまでは伸びてきて、でもこの長さまでいったのが多分22、3以来なんですね。もう私は基本的に学生の頃から顎ラインのボブから肩ちょい過ぎあたりをこう行き来して繰り返してるぐらいなので、ここまでなんか自然に伸ばせたのが久々で、ただ昨日なんか昔の写真とかを見返してたら、やっぱ髪短くしたいかもっていう風に思ってきたので、ちょっと最近髪どうしようかなっていう感じで悩んでます。私はこういうビッグシルエットのようなカジュアルな方が多いので、ボーイッシュな髪型よりはこういうロングとかの方が全体的なバランスは取れるのかなとか思ったり、冬服はショートが良かったりするけど夏はロングがいいなとか、そういうのもあって最近悩んでるっていう感じです。そんなところが私の髪の毛事情です。そういえばこのマムアンちゃんカレンダーを、これは友人がダブったからっていうのでプレゼントしてくれたんですよ。あげるねっていう約束をしてて、つい先日やっと会うことができたんでもらったんですけど、やっぱり可愛いな。これをデスクに最近飾りましたという感じで、これから仕事したいと思います。お昼にそばを食べて洗濯物をしまったりして出かける準備をしました。これから仕事に行ってきます。いや、明日ぐらい行けるかなと思って。すごい言いやすいですね。やっぱりそんな感じですよね。あそこで爆泣きですよね。最初映画館で見て爆泣き。いや、あれはめっちゃ良かったですね。っていう体験をまたできるのかなと思って。上がった瞬間、あ、よし上がったとか。マジっすか。嬉しい。あれどうです？あれね。ですよね。あれどうや作りますかまた。この辺短くしたいなっていう今想定は、これいつかの自分なんですけど、このぐらいのなんか結んでチョンが好きな、チョンが好きなんですよね。いただきます。おはようございます。今朝の8時です。今日は10時頃に家を出て仕事に向かいます。髪を染めてもらって赤色
になったんですけど、赤色の髪に浮かないように眉毛をいつも自分で脱色してまして、これで今から脱色したいと思います。コジコジカードキャプターさくらのすっぴー。この眉毛の脱色もやろうと思いつつ、いつも後回しにしちゃって、そんな高頻度ではできてないんですけど、脱色すると、ちょっと茶色っぽくなるんですけど、やっぱ全然顔の印象が違くて、髪を明るくしてる時はだいたいこの脱色クリームで20代前半の時から眉毛脱色してます。この綿棒で塗っていきます。今日は仕事を1本終えたら映画を見に行きたいなと思ってて、マイケル・ジャクソンの人生を描いたマイケルっていう映画なんですけど、私クイーンのフレディ・マーキュリーの映画ボヘミアン・ラプソディも大好きで、当時映画館で2回見に行ったぐらいすごい好きな作品なんですけど、そのボヘミアン・ラプソディと同じ制作陣が作った映画っていうことで、これは絶対面白いんじゃないかなと思って見に行っていきたいと思います。私は音楽がテーマにされてる作品とか見るのが結構好きで、そういう音楽に力を入れているような作品はなるべくスクリーンで見たいなと思っているので、合間に時間がありそうなので見に行ってこようと思います。眉毛の上にラップをのせて10分ぐらい経ちました。ちょっと早かったか。茶色くなったんですけど、さすがにこれは動画撮れないかな。茶色くはなってます今日のバッグの中身を紹介します。今日はリュックで行こうと思います。リュックはスノーピークのバックパックです。去年かな、買った時に紹介動画を撮ったんですけど、本当にねすごくよく使えるリュックなんです。止水ジッパーだし、めっちゃ軽い。パソコン入れるところもあります。細かいポイントについてはその動画を見ていただけるとありがたいです。この仕事で使ってる MacBook Pro の14インチです。しまいます。今日はカフェで作業したり映画館に行くので、寒かった時のためにめっちゃ薄い羽織、長袖の羽織を1枚持っていくようにしてて、これはフリークスストアで 7,8 年もっと経ってるかもぐらいのやつです。これはいつも使ってるロエベのお財布です。後ろにカードが入ってて、中にはお札を入れてます。これはポルトガル旅行で雑貨屋さんで見つけた小銭入れなんですけど、ここに紙が挟まって売られてて、ちょっと焼けちゃってたんですけど、そういうのはあんま気にしないタイプです。ガチャガチャよくやるので小銭入れは別で持ってます。で、ガチャガチャで最近ゲットした大輔近藤さんのモコモコポーチのこの花のキャラクターのやつ、絆創膏と薬とこういうヘアゴムを入れてます。次に紹介するこのポーチと分ける必要はないんですけど、このポーチを持ち歩きたいからこっちに絆創膏とか入れてます。これはミッフィー店で買ったポーチなんですけど、この中には結構いろいろ入ってて、リピ買いで2本目なんですけど、ソフィーナ IP の潤い秒ミスト、これを化粧の上からも吹きかけられるんですけど、顔に吹きかけると潤うけどその後パリパリするものってあるじゃないですか。これは私の中ではそういうのが感じなくて、パリッとしないのが好きです。インティアお直し用のコンパクト、クレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシエル N、 小林製薬の一滴消臭源。最近よく使うリップがこの3本で、これがリップ美容液、オバジのリップ美容液で、中がアメールのグロスで、ザ・リップボリューマイザーシアグローってやつです。シャネルのリップはルージャーリュールベルベット78。これは最近毎朝1袋飲んでるんですけど、ミネラリオンっていうやつで、有名なリポシーと同じ会社のやつで鉄分補給してます。で、一応なんかこういうとこに1本入れてます。今日持っていくハンカチはデイビッド・ホックニー店で買ったハンカチです。これは首にかけたまま使えるビーツのイヤホンです。マグネットになってるんで、首元にかけててもなんかバラバラにブラブラしない感じがいいです。
おやつの男梅組。これは仕事で使うペンとメモ帳で、メモ帳は MD ノートに自分の好きなステッカーを貼ってます。これはいつもかけてるウランのサングラスが入ってます。サングラスケースはバグーです。今日は映画を見に行くのでメガネを持っていくんですけど、ブランドはあやめです。別光のメガネを使ってます。あやめのケースはこう折りたためてちっちゃくなるんです。最後カメラ機材系が写真を撮る GR4 が入ってます。ケースは服部好美さんの作品で、北参道にあるザ・モットハウス東京っていう私が大好きなセレクトショップで購入したものです。ファットマットシリーズっていうんですけど、ふかふかしててカメラが傷つかなくて済むのですごく重宝してます。でジャストサイズ。そしてカメラストラップはエンダースキーマのストラップを使ってます。これはパリで購入したパピエティグルっていうところのポーチなんですけど、この中にはキヤノンのアイビスミニ X を入れてます。最後がソニーのハンディカムです。これは専用のケースにいつも入れてます。いつもカメラ機材を持ち歩くんですけど、仕事に行く日はそこにパソコンも加わるのでかなり荷物が重くて、本当は毎日リュックで行きたいぐらい。あと夏におすすめしたいのがこのシャツクールなんですけど、冷感アイテムっていろいろあると思うんですけど、これ冷感ストロングタイプで結構スースーするんです。これは衣類にシュッとスプレーして、そうすると汗をかいた時にひんやり気持ちいい冷感を与えますって書いてあるんですけど、これメントールっぽい匂いはするんですよ。だからインナーにめっちゃ吹きかけてて、スプレーした瞬間はあんまりわかんないんですけど、後々ねめっちゃ効いてくるんです。これいいですよ。今日みたいなワンピースの時は中にペチコート、ユニクロのペチコートを履いてるんですけど、ここにもめっちゃ吹きかけて、そしたらもうね全身涼しいのでこれおすすめです。それでは仕事に行ってきます。
amor. Why did you leave me waiting here? Why did you go? Where is the touch? Where is the heart? Where is the love? ¿Por qué, mi amor? Why did you close your heart for me? Where is the hope? Where is the touch? Where is the tender love? You are my light, you're shining so bright. Here we are in the world all alone. ¿Por qué, mi amor? Why did you throw our love